あなたは実際に神隠しにあったとされる子供がいることを知っていますか？遡ること31年前の1991年3月26日。今回の舞台は韓国デグ市タルソク。国民の祝日を迎えたこの日の朝、ワリョン山という小高い山の入り口に5人の少年の姿がありました。ウ・チョルウォン、チョ・ホヨン、キム・ヨンギュ、キム・ジョンシク、パク・チャンインの5人です。オオサンショウの卵を見つけるんだ。そう言いながら少年たちが目指したのは山中にある陸軍訓練場近くの河原。奥まった場所にあるとはいえ、他の小学生と出くわすのも珍しくないくらい子供たちにとっては遊び慣れた場所でした。しかしこの日はいつもと様子が違っていたんです。必死になって卵を探しているうちに5人のうち2人がいなくなってしまったんです。チョルウォン、ホヨン、どこ？年長のチョルウォンとホヨンが行方不明になり動揺する少年たち。そして次の瞬間、息を切らして戻ってきたチョルウォンが叫びます。逃げろ！遊び慣れたはずの山で何かに遭遇した少年たち。一体彼らの身に何が起こったのか。少年5人の動向は後に国民を巻き込む一大事件へ発展していくんです。オソスグレンがかける千手観音。ケンちゃんですって作ってみた。いやニャニコです。手が来る。なんて言った？覚えてないもん。グレンの千手観音。ダサ。ケンちゃんです。本日皆様にご紹介するのは韓国の三大未解決事件のうちの一つ、カエル少年事件についてなんです。カエル少年事件でもパッと見聞いたら子供がカエルになったとか、そういうこと連想しちゃう。頭お花畑かな。もう名前だけでもね不思議な事件なんですけれども、この少年たちがいた山っていうのは事件が起こり得ない環境でもあったんです。というねいろいろな疑念があるんですけれども、まずはこの事件の全貌から見ていきたいと思います。帰らない5人。遡ること31年前の1991年3月26日、デグ市タルソク。韓国はこの日、地方選挙のための祝日を迎えていました。そんな休日の早朝から町のすぐそばにあるワレオン山の入り口に5人の少年が集まっていました。5人の名前はウ・チョルウォン、チョ・ホヨン、キム・ヨンギュ、キム・ジョンシク、パク・チャンイン。町の中で遊んでいた5人は朝から騒がしくするんじゃないと大人たちから注意を受け、遊び場を山へ移すことに決めたんです。もうちょっと子供に優しくして。そこワリョン山へオオサンショウの卵を探しに行くんだ。そう言いながら嬉しそうに山の方へ足を進めていく少年たち。あまり遠くへ行くんじゃないぞ。大人たちもそう言いながら5人の姿を微笑ましそうに見ていたと言います。いえ、子供たちを追い出したの大人たちや。ワリョン山は子供の足でも2時間ほどで登ったり下ったりできるくらいの小高い山。町からの見通しも良く、普段から近隣の子供たちの遊び場となっていました。周辺は交通量も多く、夜になっても街灯で明るく照らされている安全な環境だったと言います。そのため大人たちもさして気に留めることもなく山へ入っていく5人を見送ったんです。田舎によくある裏山みたいな感じね、これね。おっしゃる通りで、町からね子供たちがこう山に上がっていくところが見えるようなね、ほんとどこにでもあるようなね山みたいなところだったんですけど、本当に事件なんてね起こんないっしょみたいな、そんな山ね。子供たちも生き慣れたね山だったんですよ。子供たちにとっては遊び慣れたはずのワリョン山。しかしこの日はいつもと様子が違っていたんです。5人が山へ登ってしばらく経った頃のこと。彼らと同じ学校へ通う少年ハムスンフンが山の近くを通りがかります。その時でした。うわー！山から聞こえてきたのは少年の叫び声。明らかに異常事態を示すその声に恐ろしさを感じたスンフンは一目散に家路を急ぎます。絶対やばいじゃない。なんか5人にあったでしょこれ。そうなんです。その日の夜ね、スンフンが聞いたこの叫び声っていうこの嫌な予感、それはね現実のものになってしまう。この日、ワリョン山へ登った5人はいつまで経っても町へ戻りませんでした。心配した少年たちの家族はすぐさま警察へ捜索願いを出します。ところがその日の捜査で5人は見つからず、ただの家出でどこかに隠れているんでしょう。警察は事件など起こりようのないワリョン山の環境から少年たちの行方をそう片付けてしまうんです。ワリョン山ってそんなさ、子供が家出してもそんな安心できるぐらい治安のいい町だったの？そうなんです。だから警察もねすぐに見つかるっしょってね、町の人も含めてねそういう感じで片付けてしまったんです。ところが事態はその予想をね大きく裏切る方向に動いていくんです。カエル少年事件。
ワリョン山で姿を消した少年5人は当初は単なる家出と考えられていました。しかしその後なんと2ヶ月も家へ戻らなかったんです。さすがに家出では済まされない事態に警察も本格的な捜査を開始。動員された警察官は計30万人、一般家庭1万件以上、福祉施設など1000件以上の聞き込み捜査が行われたというんです。そして少年たちには懸賞金がかけられていました。その額なんと400万円。雑誌や広告を通して国民にも大々的に協力が呼びかけられていました。この時から少年たちの失踪事件はこう呼ばれるようになっていくんです。カエル少年事件と。少年たちはオオサンショウウオの卵を探すために山へ向かいました。しかしオオサンショウウオでは国民に馴染みがなかったためカエル少年事件と名付けられたんです。ところが警察がどれほど総力を挙げようとも国民への協力を仰ごうとも事件は一向に解決に向かわなかったんです。証拠が一つも見つけられないまま捜査がまるっきり頓挫してしまった期間はなんと11年。これだけの膨大な捜査網をもってしても少年たちの足取りは一向につかめなかったんです。失踪などしようもない身近な山で起きた事件なのに証拠すら見つからない。この不可解な事態に国民の間では様々な憶測が飛び交うことになるんです。子供たちは UFO に連れ去られたんじゃないか。山に北朝鮮の工作員が潜んでいて拉致されたに違いない。どんな憶測やそれ。こうしてカエル少年事件は失踪事件というよりも人知を超えた神隠しの類、あるいはある種の陰謀論としての側面を強めていくんです。そんな広くもない山でさ、いくら探しても見つからないなんてさ、それは神隠しとも言いたくなるわよ。いや、そうなんですよ。でもその神隠しってね、さっきも出てきたと思うんですけど、うんこれめちゃくちゃ都合のいい言葉だと思いませんか？なんてこといきなり。このね、神隠しという言葉の性質が、うん国民の妄想をかき立てることになっていくんです。というわけでね、本日のメトラキーワード、神隠しについて。神隠しとは何の前触れもなく人が行方不明になる現象のこと。探しても見つからない状況に納得するため失踪事件を神の仕業と片付けようとしたところから生まれた言葉とされているんです。都合がいいな。日本では天狗などの妖怪が犯人とされることもあり、黒幕は必ずしも神とは限らないんです。ワリョンさんのような遭難のしようもない環境で起こった失踪事件は国民たちにとっては通常起こり得ない出来事。こうした説明のつかない状況にとって神隠しは都合のいい解釈だったんです。ここから国民は UFO に連れ去られたなど面白半分の妄想を繰り広げていくことになるんです。まあ確かにこうやって聞くと神隠しっていう言葉で片付けるのがさ、考え放棄しちゃってるように見えるよね。そうなんですよね。まあ別にね、神様の存在を僕ら否定してるわけじゃないんですけど、何でもありになっちゃうじゃないですか。そうね。神様のせいとか、人のせいとか、これは運命だとかね。なんか嫌なことがあった時にね、誰かのせいとかしてたらさ、もうそれで終わりじゃないですか。そうじゃないですよってね。まあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、まあ、そしてね、実はこの後ね、神隠しよりももっと黒いものが出てくるんです。どういうこと？不可解な証言。それは2002年8月28日のこと。少年たちが姿を消してからちょうど11年後の蒸し暑い夏の日だった。テグ市樽側の警察署に一人の中年男が汗を垂らしながらやってきた。どうかなさいましたか？その何年か前に5人の子供がいなくなった事件があったでしょう。男は神妙な面持ちで警察官に話を切り出す。しかしカエル少年事件については信憑性のない垂れ込みも多く持ち込まれていた。警察官はまたかと気のない態度で男の話を聞いていた。ああ、カエル少年事件ですか。それが何か。私は町の外れで靴磨きをしていましてね。それでこの間お客さんから妙な話を聞いたんです。ほう。そのお客さんはもともと軍人だった方で、ワリョンさんの訓練場でも訓練をしていたそうなんです。そしてお客さんは私に向かって確かにこう言いました。そう言いかけた男の額に尋常ではない量の汗が浮かぶ。その汗が暑さから来るものではないことは誰の目にも明らかだった。11年前の3月26日の訓練中に子供を撃ち殺したと。子供たちはワリョン山にある陸軍訓練場の付近へ遊びに行くことがよくあったというんです。訓練場へ近づきすぎてしまった子供たちを訓練中の軍人が誤って撃ってしまうことは十分に起こり得る話。こうした事実から警察を訪れた靴磨きの男の証言は信憑性のあるものとして国民たちに支持されていくんです。どういうこと？これもう子供たちは軍の人間に殺されてた。まあその線がね、濃厚っすよ。まあ、だとしたら警察があれだけ探しても見つからなかったっていうね、その点でもね、納得がいくんですよね。隠蔽工作の真相。
遡ること20年前の2002年9月26日、この日、町からワレオン山へハイキングに出かけた男がいました。男が出向いたのは、町からはちょうど一番離れた地点、山の裏側にあたる場所でした。普段人が訪れないところで木の実拾いをしていた男。彼は山の斜面に見慣れない何かが埋まっているのを見つけるんです。あれは何だろう。恐る恐る埋まっている何かに近寄る男。次の瞬間、男はそれが何かを悟ると一気に青ざめるんです。これは人間の骨に違いない。そう、11年前に亡くなった少年5人がついに変わり果てた姿で発見されたんです。彼らの遺体が地表に現れたのは連日の大雨が斜面の土を押し流した結果でした。しかし気になるのは5人の遺体がわざわざ人目につきにくい山の裏側の地点に埋められていたということ。軍が誤って撃った事実を隠蔽するために遺体を分かりにくい場所まで運んで遺棄したというのでしょうか。そしてこの遺体の発見時にはもう一つ奇妙な点があったんです。警察は現場を検証すると少年たちの死因を遭難と片付けたんです。なんで？小さい裏山ぐらいのところでさ、遭難なんてそれは違うでしょ。本当にね、警察の判断が適当すぎるんですよ。そしてこの後ね、国民の不信を煽るような事実が発覚していくことになるんです。ワレオン山は子供たちにとって通い慣れた遊び場。なおかつ周囲は街灯で照らされており、遭難などしようもない環境でした。それにもかかわらず、警察は子供たちが遭難の末に低体温症で亡くなったと結論付けたんです。しかもこの時の警察の判断が間違っていたことがすぐに判明します。検視の結果、少年たちは何者かにオーダーされ殺害されていることが分かりました。警察はなぜ少年たちの死因を遭難と片付けたのか。何か他殺であることを隠さなければいけない理由でもあったのでしょうか。陸軍の権威を守るため、あるいはこれはもはや陸軍と警察が結託して事実を隠蔽しようとしているに違いない。多くの国民がそう睨んだ矢先、さらに事態の決定打となる新事実が発覚するんです。少年たちの遺体には銃痕が一切なかったんです。専門家によれば、そもそも子供の場合、銃弾が命中していれば貫通するのではなく、当たった部分の骨が吹き飛んでいるだろうという話。さらに5人が失踪した1991年3月26日は祝日ということもあり、陸軍の訓練は行われていませんでした。また山の近くで叫び声を聞いた少年ハムスンフンもそれに伴う銃声は一切耳にしていないというんです。つまり陸軍が訓練中に子供を誤って撃ったという話は確証のない出任せだったんです。めちゃくちゃ今更じゃないこれ。しかもですね、この事件に対する憶測って陸軍の誤射だけじゃなかったですよね。なんか UFO とか、北朝鮮とかいろいろ出てきてた。いやそうなんです、国民のね妄想とかね、よくわかんないデマとか憶測とか、そういうのが入り乱れた結果、この事件のね解決がねなされなかったっていうところに繋がっていってるとも言われてるんです。少年たちの遺体から銃痕が見つからなかったことから、失踪事件が陸軍の隠蔽工作という説はほとんど否定されることになりました。しかしこの噂が国民に与えたインパクトは相当なものだったんです。というのも、陸軍の関与が事実ではないと分かった今でも、様々な形で一人歩きし、国民の間で語り継がれているんです。結局少年5人の遺体は見つかったものの、彼らを殺した真犯人は未だに分かっていないんです。こうして迎えた2006年3月26日、少年たちの失踪から15年となるこの日、カエル少年事件は時効を迎えました。そして同時に韓国三大未解決事件にその名を連ねることになるんです。憶測で事実も確認せずに噂を流してしまう。今回の事件はそんな人の噂のいい加減さが真犯人の足取りを隠し、逃げ道を与えてしまったのかもしれません。